抹茶碗を作る工程を数回に分けて紹介しています。今回はろくろ成形です。前回の動画では10キロの粘土を土練りしました。その粘土を半分に切り分けます。今回は使う道具を紹介していきます。蹴りろくろを使って成形します。蹴りろくろとはその名の通り蹴って回していくろくろのことです。私は抹茶碗を作るときには蹴りろくろを使います。なめし側は口を滑らかにするために使います。コテは土を大きく伸ばすための道具です。ヘラは表面をきれいに仕上げるための道具です。漆引はろくろの最後に作品を切り離すために使います。半分にした粘土をろくろの上に置きます。叩きながら形を整えていきます。この時になるべく中心になるようにしておきます。ここで中心にしておかないと次の工程で苦労してしまいます。蹴り回していきます。粘土に水をつけます。土殺しという作業に入ります。この作業は粘土の揺らぎを完全になくすためにします。この作業をしっかりやらないと抹茶碗を作るときに変形し失敗しやすいのです。土殺しが終わりますと成形に入ります。まずは大まかに使う分の粘土を決めます。下から少しずつ伸ばしていきます。ある程度粘土を指だけで伸ばしてしまいます。その後、コテで伸ばします。伸ばし終えたらヘラで碗の内側を仕上げながら外側の形を理想の形へ整えていきます。
形を整えましたら、口の部分をなめし側で仕上げます。口を仕上げたら、しっぴきという糸のついた道具で切ります。出来上がった抹茶碗を慎重に手に取り、板の上に運び置きます。完成です。抹茶碗のような一つの作品には切りろくろを使います。一つずつ気持ちを込めて作っていくためでもあります。電動ろくろと違い、切りろくろは回転がゆっくりと回り、作品に自然な揺らぎを表現することができます。次回の動画は削りと印花と呼ばれる模様をつけていく作業を行います。ご視聴ありがとうございました。